Hello，大家，雾蓝色的雨后晴天第9集，剧情发展至此，九慈、武奇以及他们身边那些人，这段时间以来，人生都经历了不小的变动。接下来就让我们继续来看看命运还会将他们的人生推向何方。椅子を買った。狭い部屋だから折りたためるやつを。この椅子に最初に座るのは母ちゃんだった。这代表他开始展开新生活了。一个椅子就代表他开始对生活用心了。明日病院9時だよね。俺も行くよ。てか白内障の手術って日帰りでも大丈夫なの？いいわよ来なくて。そういえば久慈さんお変わりない？ああ、あの日から特に何かが変わったわけではない。哇，胸の鼓動が重なってどちらのものかわからなくなる。身体跟心灵都越来越契合了。でも知ってる。俺たちは一つにはなれない。为什么？你们两个不好吗？会有什么问题吗？啊，我还以为你睡完偷跑走，结果是睡完起来工作吗？好认真哦，不会累吗？跳ねっ返りボールと言ってみたいなのこれまでの東さんの役は性格ゆえに硬すぎる嫌いがあったけど少しずつ変化してきてますね。ありがとうございます。コンクールは相性がありますがチャレンジしてみるのも悪くないかと。まあこれ高かったろ。ちょうど半額だったんだよ。なんかあった？いやなんか嬉しそうだから。就此这样就了解他了。聞きたい。別に。聞いてくれよ。先生に訳し方が変化してきてる。硬さがなくなってきたって言われて。それで原さんと一緒に翻訳コンクールに出してみようって話になって。お、ビーフシチュー。哇，定日ホテルのじゃん。昼間貫田さんが持ってきたんだよ。さすがに教授。父さんの好物だったから。你都还没习惯帅大叔会跟在九慈身边吗？エッセイはどう？全然進んでない。そっか。不给你压力了。昼間三上さんと会ってきたんだよ。落ち着いたら施設に顔を見にお伺いさせてください。それは遠慮してほしいの。私は静香さんの中でずっといつまでもお手伝いの三上さんでいたいのよ。三上さんなりの気遣いってわけだ。老人家也会希望自己还能发挥价值，而不是只会拖累晚辈的。うちはみんな元気なんだけど、お母さんがね、最近やっぱり調子悪いみたいで。担心妈妈。この間元気そうだったけど。忘れっぽかったり、体が思うように動かなくて不安になっちゃってるみたい。今度病院行くって言ってたけど。全然知らなかった。作太郎にはね、心配かけたくないのよ。武器也会希望自己被家人依赖不是只是一把年纪还继续被当家里的老幺一样捧着，什么都不被告知。体調が優れなくて気分が落ち込むとのことですが、特に大きな異常は見受けられませんでしたが。でも朝起きると動悸が。気分が落ち込むということに関しては心療内科ですね。それって。うちは専門外なんで MRI の検査ぐらいできますが、でもそういった症状は見られないんですよ。私はどうしたら。ですからご自身の意向によりますよ。ここで見てもらうのはやめておきます。お母さん帰ろ武器好强硬哦。ダダさん。老人家这种时候很不安，因为什么事情都不懂，还要自己做决定。但是真的有子女帮忙做决定，有旁人帮忙做决定了，又觉得你真的做的决定是对的吗？然后又很讨厌自己这样子什么都不懂，造成别人困扰。ぼんやりしてんな。去安慰安慰他啦。うっせえ。お母さんどうだった？医者が明らかにお母さんにイラついてるし、今までお母さんが俺がいないところであんな仕打ちを受けてたのかと思うと。
うちの父親が世話になってた病院紹介しようか。院長とは恋の仲だし。哇塞！都内だから距離はあるけど詳しく見てもらえると思う。お母さんも。久慈さ、1階の高齢女性がどこへ行っても久慈義治と同じ扱いしてもらえると本気で思ってる？哦，还有这层考量啊！しばらく俺も翻訳コンクールに専念するわ。東ごめん。いいって。本来一切都在向好，结果总觉得生活隐隐有一些不安哈。哦，怎么了？这么疲惫？先生なんかあった？元気ない感じ。元気元気。ちょっと考え事してただけ。優しいな、竹内は。父のような人間にはなりたくない。そう思ってた。うん。学者として翻訳家として尊敬はしていてもその高慢な人間性に憧れはなかった。是啊，那你学好的部分，不要继承坏的部分啊。そう思ってたのに。1階の高齢女性がどこへ行っても久慈義治と同じ扱いしてもらえると本気で思ってる？東ごめん。ちゃん大丈夫？怎么了？你对于自己没有第一时间冲上去扶老奶奶，也有点那个吗？你就是离那奶奶比较远啊。かっこいいとこ見られちゃったな。俺さ、久慈さんやさくちゃんみたくかっこいい大人になりたいからさ。そう思ってもらえるなんて光栄だな。でも本当は全然かっこよくなんかないよ。翻訳の仕事とかマジかっけえって思ってるよ。九慈，你还是很棒的。没有人是完美的，没有人没有缺点。医療翻訳の中にはさ、子供を対象にしたアセント文書ってのがあって、薬の有効性とか安全性を調べるための試験に参加してもらうときに必要な文章なんだけど、子供向けに分かりやすく訳しながら闘病中の子供のことを考えるとたまらなくなるよ。哇，连这么细微的细节都发掘出来，这编剧真的有做功课哦，很棒。文字の向こうに人がいて、命や暮らしがあるってこと忘れないようにしなきゃいけないって思ってる。かっけえ。对啊，我也觉得你有这些反思已经很棒了，九慈。お母さんが言ってたんだけど、俺の名前の由来、玉木って輪っかって意味なんだって。人と人とをつなぐ輪っか。そういう人になれたらいいな。玉木もかっこいいよ。そう？是啊，九慈，你看你都会欣赏别人的优点，你也多欣赏自己呗。最近読んでる。さくちゃんも中学の時に読んでたんだって。俺病院探したからまた一緒に行こう。それならもう大丈夫。え？ご近所さんに漢方紹介してもらったの。それ飲んだらだいぶ落ち着いてきたわ。だったら連絡してよ。コンクールお互い無事間に合ってよかったですね。実は久慈と。東什么情况？作太郎、今から行くぞ。温泉。哈？怎么这么突然啊？等一下。宿も取れてるから。愛してる。不是，谁可以跟我解释一下这一段的前因后果？我有漏看什么吗？袁小姐赶紧回避。貫田さんに感謝だな。貫田さんがくれたんだよ、ここのギフト券。又扫兴。行けなくなったからって。さすがに当日誘うのは急じゃね？就是想要跟你解决我们之间这段时间以来的事情啊。お母さんのこと無神経なこと言って悪かった。あれからずっと考えてて、でももう限界だった。東に会いたくて。珍しく素直だね、静香ちゃん。还是很爱你的，好几次放下傲娇的自尊都是为了你。アシモフ、この間玉木に会った時に聞いた。東が読んでたアシモフ、俺も読んでたよ、中学の時。一緒だな、俺たち。就此靠近无期一点的，不再做那个高高在上的人了。哇，很好啊。虽然你们两个确实家庭背景很不同，但是就这样慢慢磨合嘛。
这集的主题是关于大家进入人生下一个阶段的时候，自己想成为什么样的人。久慈家以前的那位帮佣阿姨，希望自己不要成为那个拖累晚辈的老人，所以她告诉久慈，希望自己去了养老院之后，久慈不要去探望她。他不希望自己成为晚辈的负担。与此同时，其实无期的妈妈也是一样的心情，她还是希望自己不要老得这么快，希望自己还是不要这么的依赖子女，所以生了什么病要不要看医生都自己处理，即便自己其实有点处理不来，最多也就依赖家庭有成的女儿吧，不要麻烦那个快40岁了自己都还照顾不好的儿子。但是其实这也牵扯到无期硕太郎他自己的议题，就是他很想要赶紧成为一个大人，不要一把年纪了还像个小孩一样，甚至连出门晚归、出门未归，他都还要那个小外甥担心的。所以他也希望自己的妈妈真的有事可以依赖自己，但是这对母子就是在这件事情上不同频，才会各种别扭。而这个时候又有久慈，他还轻易的提出说：“我可以介绍我以前的爸爸的主治医师给你，这样子你就可以得到比较好的医疗照顾。”其实无期那个当下对久慈这么疾言厉色的回应，也是戳到了他自己内心的痛处。为什么我就没有办法给妈妈这么好的照顾？结果久慈轻而易举的就可以做到。他其实真正气的是他自己。于是呢，接着一环扣一环，这也牵扯到久慈自身的议题了。他呢不希望做像个像爸爸一样高傲的人，结果乌期那样的回应也戳到了他的痛处，好像他一直以来努力的不要让自己沾染到爸爸的缺点，爸爸那个骄傲的态度也失败了一样。但是其实就我们看到的，久慈不是那样子的人，不是那种高高在上的，对身边的人都很疏远的那样子的冷冰冰的人。他希望自己能够继承爸爸的专业，与此同时做一个有温度的人。就我作为旁观者来说，我觉得久慈基本已经做到了，没有100分也有80分了，剩下的那20分就在接下来的岁月里慢慢补齐就好了。同样的道理，无期也是，他也在慢慢成长，现在有自己的工作，也有自己的住家，甚至有自己稳定关系的恋人，也慢慢的参与了妈妈的事情。我对无期打的分数甚至超过80分。总而言之，其实剩下那一点分数也不需要那么的纠结。你们虽然确实不算年轻了，可是也还有漫长的岁月可以去成长，可以继续沉淀，可以继续体察，可以继续改变。不要因为那一点点还不够好的缺点，就觉得自己不好，就否定自己，更不要因此觉得你们2个不适合彼此。哎呀，偶尔不要对自己这么严厉，是不是？你们上次都会对袁小姐这样讲，你们可不可以也对自己这样讲？多看看自己的优点，多看看自己这一路以来改变了多少，做过了多少，你会发现其实自己身上还是有很多值得肯定的地方。行啦，这一集就看到这边了，下一集就要大结局了。希望接下来的他们不要一直着眼于自己不够好的地方，在还可以的日子里，就好好的享受生活，享受当下吧。下次见，拜拜。